カンボジアの歴史は一つの壮大な叙事詩であり、人類の文明が到達した輝かしい高みと、その後で経験した深く暗い谷間の両方を極めて鮮明に映し出しています。この叙事詩の中心には常に水と土が存在します。メコン川の豊かな流れとその流域の肥沃な土壌が、この地に最初の文明の萌芽をもたらしました。考古学的発見は、紀元前数千年からこの地域に人間の定住が始まり、農耕と金属加工の技術が発展していたことを示しています。しかし、カンボジアの歴史が世界史の舞台に劇的に登場するのは、いわゆるクメール人の登場と、彼らが築き上げた驚異的な帝国の時代からです。クメール王朝の勃興は、およそ9世紀初頭にその端緒を見ることができます。ジャヤバルマン2世という王は、802年に現在のカンボジア北部、プノム、クレン地域で重要な儀式を行い、自身を宇宙の王、すなわちチャクラバルティンとして宣言しました。この行為は、従来の地域的な権力構造から脱し、一個の統一された神権王政を樹立することを意味していました。彼は、インドから伝来したデバラージャ、つまりミワ王の概念を巧みに採用し、王自身がシバ神の化身であるという信仰体系を政治の基盤としました。これは単なる宗教的儀式ではなく、分散していた権力を中央に集約し、後のアンコール王朝の絶大な権力と長期安定のための思想的礎石を築いた、極めて政治的な行為でした。この思想的統一の後、クメール帝国は驚異的な建築と推理技術の発展によってその力を具現化し、始めました。アンコール、ワットの建設は、もちろんこの文明の頂点を示す象徴ですが、それはより巨大な都市計画と社会システムの一部でした。アンコール地域は、単に寺院群の集合ではなく、計画された巨大な都市であり、その中心には必ず寺院と、それを取り巻く行政や居住区域が存在しました。アンコール、ワット自体は、12世紀、スーリアバルマン2世の治世下に建設されました。この寺院は、当初はヒンドゥー教のビシュヌ神に捧げられるものであったが、その建築様式と規模は、王権の神聖さと帝国の無限の資源を世界に宣言するためのものだったのです。東西約1、5km、南北約1、3km の外周を持つこの寺院は、当時の世界において比類ない規模でした。その建築工学は、現代の技術をもってしても驚嘆に値します。建築家たちは、精密な数学と天体観測の知識を用いて設計を行いました。寺院の配置は太陽の運行と深く結びついており、例えば主要な入り口は西に向いています。これはビシュヌ神と西方の関連性から来ているとも解釈されますが、同時に日の出と日の入りの光が寺院を最も壮麗に照らすように計算された結果とも考えられます。建築資材として使われた砂岩は、約 40km 離れたプノム、クレン山から運搬されました。石の切り出し、輸送、そして積み上げの過程は、膨大な労働力と高度な組織力を必要としたのです。石灰は、おそらく運河と一時的な道路網を用いて移動され、現場ではモルタルを使用せず、石を精密に削り合わせてはめ込む鑑識工法が採用されました。各石材は、隣接する石と完全に噛み合うように加工され、それによって1000年の風雨に耐える強度を得ています。しかし、アンコール文明の真の偉業は、これらの石造建築ではなく、その背後にある巨大な水管理システムでした。クメール帝国の農業と社会の安定は、モンスーン気候の不安定な降水パターンを克服するための人工的な水利施設に依存していたのです。アンコール地域には大規模な払い、つまり貯水池が数多く建設されました。例えば西払いは長さ 8km、幅 2km という巨大な規模を持ち、雨季の水を貯留し、乾季に灌漑用水として供給する機能を担いました。これらの払いは単なる実用施設ではなく、クメールの宇宙観を反映した人工の海であり、マンダラ的な都市計画の中では、陸地つまり寺院を取り囲む水として、宇宙の秩序を地上に再現する象徴的な役割もあったのです。精巧な運河も、堤防、そして土壌管理技術が組み合わさり、このシステムは高い人口密度を支える食料生産を可能にしました。歴史家デイビッド・
チャンドラーは、その著作、ヒストリー・オブ・カンボジアの中で、この推理システムがアンコール王朝の政治的集中と経済的繁栄の直接的基礎であったことを強調しています。アンコール王朝の繁栄は約600年という長い期間続きましたが、14世紀から15世紀にかけて、その輝きは徐々に陰りを見せ始めます。衰退の原因は単一ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていたのです。従来、隣国からの侵略、特にタイのアユタヤ王朝の圧力が主要原因と考えられていましたが、近年の研究は内部的なシステムの崩壊により大きな焦点を当てています。一つには、前述の高度な推理システムの維持が次第に困難になった可能性があります。巨大な払いと運河網は継続的な浚渫、修理、管理を必要とするのです。王朝の末期には、この維持管理に必要な労働力と資源の動員能力が低下したかもしれません。また、気候変動の影響も指摘されています。長期的な干ばつや降水パターンの変化が、精巧だが脆弱な人口システムにストレスを与え、農業生産を不安定化させた可能性があるのです。社会的な変化も見逃せません。デバラージャ、つまりミワ王概念に基づく中央集権的な王権は、時間の経過とともにその神聖性と絶対性が薄れ、地方の勢力や官僚機構の独立性が増大しました。アンコールの巨大プロジェクトは、王権の威信を示すものであったが、その建設と維持が国家の財政と人的資源を大きく消耗させ、逆に王権の基盤を弱める結果をもたらした側面もあるのです。最終的に、王都はアンコール地域から南方のプノム、ペン周辺へ移動し、これによってアンコールの寺院都市は政治的中心としての役割を失い、宗教的遺跡として静かに森林に埋もれる時代が訪れました。その後数世紀、カンボジアは小さな王国として存続し、周囲の強国、特にタイとベトナムの影響力の間にあって、その独立を維持することに努めました。19世紀後半、フランスの東南アジアへの植民拡大の波はカンボジアにも押し寄せました。1863年、カンボジア国王はフランスの保護下に入る条約に署名し、これによりカンボジアはフランス・インドシナ連合の一部となったのです。フランス植民時代はカンボジアに近代的な行政機構、教育制度、そして一定のインフラを導入しましたが、それは同時にカンボジアの伝統的社会構造を変容させ、経済的利益は植民者に集中するという二重性を伴っていました。この時代、カンボジアの民族意識は外部の支配に対する反発と古代クメール帝国の栄光への回顧という二つの方向で醸成され始めたのです。20世紀半ば、カンボジアは植民支配からの独立を果たしました。1953年、国王ノロドム・シハヌークの指導下、カンボジアはフランスから完全な独立を達成しました。シハヌークはその後、王様社会主義と呼ばれる独自の政治路線を推進し、中立外交政策を標榜しながら国内の開発を試みました。しかし、この時期の東南アジアは、冷戦の激しい対立の場であったのです。ベトナムでの戦争が激化し、その影響は隣国カンボジアにも不可避的に波及しました。カンボジアの国内政治も複雑化し、シハヌークの権威は、左派勢力や右派勢力からの挑戦に直面したのです。1970年、クーデターによりシハヌークは追放され、ロン・ノル将軍の親米政権が成立しました。この政権変動は、国内の政治対立をさらに過激化させ、すでに農村地域で勢力を築き始めていた極左武装組織、クメール、ルージュの台頭を加速させる環境を作り出しました。クメール、ルージュの思想と組織は、国際的な共産主義思想、特にマオツムの影響を受けていたが、それらをカンボジアの歴史的文脈、特にアンコール帝国の純粋性への幻想と組み合わせ、独特の過激で排外的な形態に発展させました。その指導者、ポル・ポト、本名サロト、サルは、フランスで教育を受けた知識分子であったが、その思想は、都市と近代性を徹底的に拒否し、完全な農業共同体に基づく純粋なクメール社会を再建するという、一種の原始主義的ユートピアンを追求したのです。彼らは、すべての近代的制度、
教育、貨幣経済、そして外国の影響を腐敗としてみなし、それらを一掃することを最終目標としたのです。1975年4月、クメール・ルージュはプノム・ペンを掌握し、カンボジアを民主カンプチアと改名しました。その瞬間から、カンボジア社会は前例のない破壊的変革に巻き込まれました。新政権の最初の命令は、都市の完全な解体でした。プノム、ペン及び他の都市の住民は、武装した兵士によって、即座かつ強制的に農村へと追放されました。病人、老人、子供を含むすべての市民が、徒歩で長距離を移動することを強いられたのです。この過程で多くの生命が失われました。都市は空虚化され、市場、学校、寺院、そして政府機関は閉鎖または破壊されたのです。農村に移送された人口は強制労働に組み込まれました。クメール・ルージュの理想とする農業基盤の自給自足社会を建設するために、巨大な灌漑プロジェクトや農地開拓が計画され、それは過酷な労働条件とミニマルな栄養状態の中で推進されたのです。食料は集団化され、個人の所有は否定されました。家族単位も解体の対象となり、子供は集団保育所に、成人は男女別の労働集団に分離されることが常でした。すべての伝統的宗教活動は禁止され、仏教寺院は倉庫や兵舎として転用されたのです。この体制下で、生命の損失は計り知れない規模となりました。死亡の原因は多岐にわたります。過酷な労働と栄養失調による消耗、病気に対する医療の完全な欠如、そして粛清と呼ばれる組織的な処刑です。粛清は、新政権に敵とみなされたすべての人々に対して行われました。その対象は広範かつ曖昧でした。旧政権の軍人や官僚、知識分子、教師や学生や技術者を含む少数民族、特にチャム族などのマスリーム、コミュニティ、そしてクメール、ルージュ内部で不純または忠誠度不足とみなされた船員までもが含まれました。処刑は全国に設けられた安全オフィスや収容センターで行われ、多くは郊外のキリング、フィールドで実行されたのです。犠牲者の総数は、学術的研究により約170万人から200万人の範囲と推定されています。これは当時のカンボジア総人口の約4分の1に相当する人口学的に巨大な損失でした。ポト政権の特徴は、その徹底的な孤立主義にも現れていました。国はほとんど完全に外部世界から閉鎖され、外交関係は最小限に削減されました。国内の通信と移動は厳しく制限され、国民は外部の情報を一切受け取ることができなかったのです。この孤立は、政権の異常な政策を内部から批判することを不可能にし、同時に国際社会からの早期の介入を妨げる結果となりました。クメール・ルージュ政権の崩壊は、内部からの抵抗ではなく、外部からの軍事衝突によって引き起こされました。隣国ベトナムは、カンボジアとの国境紛争を経験し、またポト政権の残忍性に強い懸念を抱いていたのです。1978年末、ベトナム軍は大規模な兵力を投入してカンボジアに侵攻し、1979年1月、プノム、ペンを占領しました。ポトとその側近は西部地域に撤退し、そこで抵抗を続けたが、彼らによる全国支配は終焉を迎えたのです。ベトナム軍の支援を受けて成立した新政権は、クメール・ルージュ時代の政策を公式に否定し、国名をカンボジア人民共和国に変更しました。しかし、国はすぐに回復の道を歩むことができませんでした。第一に、社会の物理的、人的インフラは完全に破壊されていたのです。教育システム、医療ネットワーク、行政機構は存在しませんでした。経済は崩壊状態であり、食料生産は危険的状況にあったのです。第二に、国際的な孤立が続きました。新政権はベトナムの後押しを受けて成立したため、西側諸国と中国はこれを認めず、対立するクメール、ルージュ勢力を支援し続けました。カンボジアは国際的な援助の大半から閉ざされていたのです。第三に、国内の武力衝突が継続しました。
ポト派は対国境沿いの地域に根拠地を維持し、低強度の戦闘を継続しました。また、他の反政府グループも存在し、カンボジアは完全な内戦状態にあったのです。この複雑な紛争状況は、1980年代を通じて続き、国民の安全と国家の再建に深刻な障害となったのです。この時期、多くのカンボジア人は隣国タイなどの難民キャンプに逃れ、国際的な支援を受けて生存しました。和平への長い動程は1990年代初頭に始まりました。国際的な圧力と国内の消耗により、すべての紛争当事者は和平協議に参加する必要性を認識し始めたのです。1991年、包括的な和平協定がパリで署名され、国連カンボジア暫定行政機構、アンタックの設立が合意されました。アンタックは、シーセファイアの監視、難民の帰還支援、そして自由な選挙の実施を任務としたのです。1993年、アンタックの監督下で国民選挙が実施され、新たなる憲法が制定されました。カンボジアは再びカンボジア王国として立憲君主制国家となり、ノロドム、シハヌークが再び国王に即位したのです。しかし、政治的な完全な安定はすぐには訪れませんでした。新政権内部での権力闘争が続き、1997年には武力衝突が発生しました。最終的に、ヘン・サムリン首相とノロドム・ラナリット首相の2党体制は解消され、ヘン・サムリンが単独の権力を掌握する形となったのです。クメール・ルージュの残存勢力も、1990年代末までに全身的に解体されました。ポト自身は1998年に死亡し、組織は最終的に消滅したのです。戦後のカンボジアは、物理的、社会的、そして心理的な見栄の再建という巨大な課題に直面しました。物理的再建としては、基本的なインフラ、道路、橋梁、学校、病院のネットワークを一から構築する必要があったのです。国際援助機関と NGO がこの過程で重要な役割を果たしました。社会的再建はさらに困難でした。家族は解体され、コミュニティは破壊されていたのです。多くの子供は孤児となり、成人は深いトラウマを抱えていました。教育システムは、教師と教材の両方において深刻な不足に直面したのです。心理的再建、つまり国民の記憶と和解の処理は、最も複雑な課題でした。この課題に対処する一つの重要な制度が、カンボジア特別法廷です。この法廷は、国連とカンボジア政府の協力によって設立されたハイブリッドトリビューナルであり、クメール、ルージュ時代の主要な犯罪に対して責任ある高位幹部を裁判することを目的としたのです。法廷の設立と運営は政治的、財政的、そして法制的な多くの困難に直面しましたが、いくつかの重要な裁判を実施しました。例えば、ポト政権の最高幹部であったカユー、サムファンやヌオン、チェアなどが人道に対する罪などの罪名で起訴され、有罪判決を受けたのです。この法廷の意義は、単に個人を処罰することではなく、公的な記録と認定を通じて、国民の記憶を集団的に整理し、国家の歴史に対する公式の叙述を確立するための空間を提供することにあるのです。経済的再建は、1990年代以降、漸進的に進みました。農業は依然として重要な部門ですが、観光業が急速に成長し、重要な経済ドライバーとなったのです。アンコール、ワットを中心とする古代遺跡群は、カンボジアの主要な観光資源であり、国際的な観光客を大量に引きつけています。この観光収入は、地域の発展と雇用創出に貢献しているのです。同時に、製造業やサービス業も一定の発展を見せています。しかし、経済発展は依然として不平等の問題、都市と農村の格差、そして、コラプションなどの課題に直面しているのです。文化的再建においては、二つの相反する力が作用しています。一つは、クメール、ルージュ時代に徹底的に破壊された伝統文化、特に仏教と芸術の復興です。寺院は再建され、仏教儀式は社会に再び根付き始めたのです。古典舞踊や音楽などの芸術形式も、
努力によって保存と伝承が行われています。もう一つは、国際化と近代化の圧力です。グローバル化の波は、カンボジアの若い世代の価値観と生活様式を変容させているのです。この二つの力の間で、カンボジアの国民は、自らのアイデンティティを再定義する過程にいるのです。歴史に対する国民の姿勢は複雑です。古代アンコール帝国の栄光は、国家の象徴として誇りを持って語り継がれています。一方、1970年代の悲劇的は、まだ多くの家族に生々しい傷跡を残しているのです。一部の国民は、過去を直視し、語り合うことを選択します。また一部は、沈黙の中でその記憶を内に抱え続けるのです。カンボジアの歴史教育は、この困難な二つの時代をどのように教えるかについて、依然として試行錯誤を続けています。カンボジアの女児は、文明の高みから深い悲劇へ、そして再建への長い童貞へと続いているのです。その歴史は、人類の想像力の可能性と、その政治的理想が誤った方向へ暴走した時の破壊力を、共に極限まで示しています。アンコールの石は、1000年の風雨に耐え、クメール建築家の驚異的な技術を今日に伝えているのです。同時に、キリング、フィールドの土は、過ちの記憶を静かに保持し、将来の世代に対して深い反省を促しているのです。カンボジアは、これらのすべての記憶を背負いながら、未来への歩みを続けています。インドシナ半島の中央に位置する国、カンボジアの歴史は、その地理的条件から必然的に周囲の大国の影響を受け続けた複雑な軌跡を描いているのです。この国のアイデンティティの核心には、二つの対極的なイメージが深く刻まれています。一つは、9世紀から15世紀にかけて栄華を極めたクメール、つまりアンコール帝国のアンコール、ワットを頂点とする建築と文化的な輝きです。もう一つは、20世紀後半に起こったクメール、ルージュ、つまり赤いクメールによる、人類史上最も残酷な政治実験の一つと言われる殺戮の野の時代の暗黒です。この二つの極点をつなぐ歴史の流れは、単なる王朝の攻防ではなく、文明の盛衰、外部勢力の介入、そして社会構造そのものの劇的な変容の連続でした。クメール帝国の起源は、1世紀頃からこの地に存在したフナン王国に遡ることができます。フナンは海上貿易で栄え、インドからの文化的影響を強く受けたのです。その後、6世紀頃に起こった新羅王国がクメール人の直接的な前身となります。しかし、クメール帝国としての真の勃興は、9世紀初頭にジャヤバルマン2世がデバラージャ、つまりミワ王の概念を確立し、現在のカンボジア北部、アンコール地域に王権の基礎を築いた時に始まるのです。デバラージャとは、王がシバ神などの神格と一体となり、地上における神的権威を行使するという思想であり、これが後の巨大寺院建築と中央集権的政治体制の精神的支柱となったのです。アンコール地域は自然の推理に恵まれていたわけではありません。クメール帝国の偉業は、この水管理技術に集約されるのです。大規模なバラート、つまり貯水池と精巧な灌漑ネットワークを建設し、1年に一度の雨季の水を年間を通じて管理することで、安定した農業生産、特に米作を可能としたのです。この農業基盤が、膨大な労働力と資源を動員して石造寺院群を築き上げることを可能にした経済的裏付けでした。12世紀から13世紀にかけてのスールヤバルマン2世とジャヤバルマン7世の時代はアンコール建築の頂点を示します。スールヤバルマン2世が建立したアンコール、ワットは当初はビシュヌ神に捧げられたヒンドゥー寺院でした。その構造はクメール建築の典型であるピラミッド型の階段状寺院であり、中央塔を頂点とするもので、周囲を巨大な回廊と堀が囲むのです。建築学的に見れば、砂岩のブロックを精密に積み上げる技術、そして膨大なレリーフ、特に第一回廊の天国と地獄やインド女子史の場面は、当時のクメール社会が持っていた高度な組織力と芸術的表現力を証明しています。ジャヤバルマン7世は帝国を大乗仏教国へと転換させ、アンコール、トムを建設しました。彼はまた、帝国全土に病院と宿駅を設置するなど、
公共福祉に力を注ぎ、クメール帝国の支配が最も広範囲に及び、かつ社会的インフラが整備された時代を現出させたのです。しかし、この繁栄は長続きしませんでした。歴史家デイビッド・チャンドラーがその著作カンボジアの歴史で詳述するように、13世紀以降、帝国は次第に衰退の兆しを見せ始めます。過度な建設による資源と労働力の枯渇、水管理システムの維持困難、そして周辺のタイ、つまりシャム王国の台頭による軍事的圧力が重なり、15世紀初頭にはアンコールの王都が放棄されるに至ったのです。帝国の中心は南部の低地地域へ移動し、以後のカンボジアは東のベトナム、つまりベトナムと西のタイという2つの強大な隣国との間で、存亡を脅かされる小国の時代へと移行したのです。アンコール放棄後のカンボジアは、暗黒時代とも称される長い衰退期に入りました。王権は弱体化し、国土は繰り返される隣国の侵攻と内紛によって疲弊したのです。19世紀中頃、カンボジアはタイとベトナムの双方から強い影響下にあったが、新たな外部勢力がこの地に介入します。フランスのインドシナ植民地化の波です。1863年、フランスはカンボジア国王との間で保護条約を締結し、カンボジアはフランスの保護国となりました。これは、タイとベトナムからの直接的な脅威を一時的に回避する国王の選択であったが、結果として国家の主権は大きく制限されたのです。フランスは行政、教育、経済のシステムを導入し、アンコール遺跡の調査や保存にも力を入れましたが、その支配は基本的にカンボジア社会の上層部を通じた間接支配であり、農民層の生活には大きな変化をもたらさなかったのです。フランス植民地時代は、カンボジアに近代的な国家機構の概念と西洋式の教育を受けた新しいエリート層を生み出した一方で、伝統的社会構造と深い疎外感を残したのです。第二次世界大戦中の日本軍の一時的な進駐、戦後のフランスによる支配再開とそれに対する独立運動の高まりは、カンボジアを新たな混乱へと導きました。1953年、国王ノロドム・シハヌークの外交努力により、カンボジアはフランスから独立を達成しました。シハヌークはその後、国王の座を退いて国家元首となり、その独特の政治姿勢、サンクム、つまり仏教社会主義を掲げた国民共同体運動を推進し、冷戦時代の中立外交を標榜したのです。しかし、この時代のカンボジアは、国内の左翼勢力、後にクメール、ルージュとなるグループと右翼勢力の対立、ベトナム戦争の波及による社会の不安定化に直面していたのです。シハヌークの統治は、都市のエリートと農村の大多数との格差を縮めるには至らず、またベトナム戦争の拡大によりカンボジア東部が北ベトナムの平坦路線、ホーチミン、トレイルとして利用され、アメリカの軍事介入、爆撃などを受けることになったのです。この外部からの暴力と国内の経済的困難は、特に農村の青年層に深い不満と革命的意識を育んだのです。1970年、シハヌークはクーデターにより追放され、ロン・ノル将軍の親米政権が成立しました。この政権下でベトナム戦争はカンボジア国内に直接的に侵入し、戦況は激化したのです。この混乱と暴力のるつぼの中で、ポル、ポト、イエン、サリ、ソン、センなど、パリで教育を受けた左翼知識分子を中心とするクメール、ルージュの勢力が急速に力を蓄えたのです。彼らの思想は、マルクス主義を基盤とするが、極端に順化された形でした。つまり、都市、貨幣、近代教育、外国文化、そして家族といった一切の旧社会の要素を完全に否定し、徹底した農業共同体による自給自足の社会を一夜にして建設するという空前の急進的革命思想だったのです。1975年4月、クメール、ルージュは首都プノンペンを含む全カンボジアを掌握し、民主カンプチアという新国家の樹立を宣言しました。その瞬間、世界はこの新政権の真の性質を知らなかったのです。しかし、その支配が始まった瞬間から、カンボジア社会は前代未聞の破壊のプロセスに投入されたのです。クメール、ルージュ政権、つまりポル、ポト体制の支配は、その目標の純粋性のために、手段の徹底性を要求しました。
政権が掌握した直後、最初の命令は都市の完全な解体でした。プノンペンなどの都市住民は、幼者や老人を含め、一切の説明なく徒歩で農村へと強制移住させられたのです。都市は腐敗の源であり、都市住民は新しい人民として再教育、つまり労働による改造される必要があったのです。この移動自体で多くの生命が失われました。社会の分類は極めて単純かつ残酷でした。旧人民、つまり都市から来た者、知識分子、前政権関係者などと新人民、つまりクメール、ルージュ支配下の農村出身者とに分けられ、旧人民は基本的に敵とみなされたのです。政権は貨幣と市場を廃止し、私有財産を否定し、家族関係を解体しようとしたのです。子供は集団生活させられ、婚姻は政権が管理しました。すべての人は農業労働を通じてのみ価値を認められたのです。この労働は不合理な目標と劣悪な条件の下で行われ、多くの者が栄養失調、病気、過労で倒れたのです。政治的な粛清は組織的に行われました。政権内部の秘密警察組織と全国各地に設置された S21、テュール、スレン刑務所のような収容所がその中心となったのです。S21 では、党内部の敵、実は多くの場合、党内の派閥構想や疑心から選ばれたや、旧人民の知識分子などが収容され、残酷な拷問を受け、最終的に郊外の殺戮の野で処刑されたのです。処刑は、節約のため、弾薬を惜しんだ棍棒や斧などで行われたことが多いのです。この体制下での死者の数は、正確には確定できないが、研究者の推定では、直接的な処刑、強制労働による衰弱、病気と飢餓により、約170万人から200万人のカンボジア人が1975年から1979年の約4年間で死亡したとされます。これは当時の総人口の約4分の1に相当します。ポトの思想は、ある意味でアンコール帝国の純粋な農業文明への幻想と、フランス植民時代及びシハヌーク時代への憎悪が結合した異常なナショナリズムと革命思想の混合体でした。彼は外国を極度に嫌悪し、隣国ベトナムとの関係は早期から悪化し、最終的に国境紛争が勃発したのです。このベトナムとの衝突が、クメール、ルージュ体制の終焉をもたらしました。1978年末、ベトナム軍はカンボジアに大規模な侵攻を開始し、1979年1月、プノンペンを占領し、ポト政権を崩壊させました。ベトナムはサムリンを主犯とする新政権、カンプチア人民共和国を樹立し、以後約10年間、カンボジアはベトナムの強い影響下に置かれました。ポトとその残党は西部国境地域に逃れ、ゲリラ活動を続けたのです。カンボジア国内は、ベトナム軍とクメール、ルージュ残党の戦闘、そして新たに登場した他の抵抗勢力による複雑な内戦状態に陥ったのです。国際社会はベトナムの介入を批判し、多くの国はクメール、ルージュを含む抵抗連合を支持するという異常な状況が続いたのです。この内戦と孤立は、カンボジア社会の復興を著しく遅らせました。ベトナム支援政権は社会の基礎的な再建、行政、教育、医療の部分的な復活を始めたが、経済は破綻し、国民は深いトラウマと物理的な荒廃の中にあったのです。カンボジアの現代史における真の転機は、1991年の和平合意とその後の国際的な介入によって訪れました。長年の内戦と国際的な孤立の後、カンボジア問題に関するパリ国際会議が開催され、包括的な和平枠組みが合意されたのです。これにより、1992年から1993年にかけて、国連カンボジア暫定機構、アンタックが展開し、史上最大規模の国連平和維持活動として、選挙監視、行政支援、武装解除などを実施しました。1993年、新憲法が制定され、ノロドム、シハヌークが再び国王に即位し、立憲君主制が復活したのです。しかし、政治権力は、サムリン派、カンボジア人民党とノロドム、ラナリット王子派、フン・シンペック党の二大勢力によって分けられ、不安定な連立政権が続いたのです。
この緊張は1997年に武力衝突へと発展し、実質的に人民党が単独支配へと移行する契機となったのです。現在に至るまで人民党とその指導者である首相が強い権力を保持しています。戦後復興の過程は重層的かつ困難な道程でした。物理的なインフラの再建、経済の市場化、国際的な援助への依存から始まったのです。アンコール遺跡群はカンボジアの国家アイデンティティと観光収入の重要な源として、国際的な協力のもとに保存や修復作業が続けられているのです。しかし、社会の最も深い傷跡は、クメール・ルージュ時代の記憶とトラウマです。この歴史的責任を問うための法的措置として、カンボジア政府と国連の共同によるクメール・ルージュ裁判が設立され、2006年以降活動を開始しました。ポル・ポトは1998年に死亡し裁判にかかることはなかったが、その側近たち、イエン、サリ、カイ、グ、イエブなどが起訴され、有罪判決を受けたのです。この裁判は国際法の歴史的な適用例となったが、その過程の遅さと政治的制約から、完全な正義の実現とはみなされていない面もあるのです。経済的には、カンボジアは1990年代以降、著しい成長を経験しました。農業から離れ、宝飾業などの軽工業やサービス業、そして観光業が主要産業となっているのです。特にアンコール遺跡を中心とする観光は重要な収入源であり、国家の象徴としての機能も果たしているのです。しかし、経済成長は都市と農村の格差、貧富の差の拡大といった新たな課題も生み出しています。政治体制は、形式上は多党制ですが、一党の優位が強く、民主主義の諸制度はまだ発展途上であるのです。国際関係においては、中国との経済的、政治的結びつきが近年強まっている一方で、歴史的経緯からベトナムとの関係も重要です。カンボジアの歴史は、アンコール文明の壮大な想像力と、クメール・ルージュ時代の破壊的な暴力という人類の可能性の両極端を示す鏡です。その歴史から学ぶべきことは、技術と組織力が社会を反映させる可能性と、イデオロギーの過激化と人間性の否定がいかがに惨禍を招くかという警告です。現在のカンボジア社会は、この二つの過去を背負いながら、物質的な復興を進めています。しかし、精神的、社会的な完全な回復は、世代を超えた時間と、歴史に対する不断の反省が必要です。アンコールの石のレリーフは古代の女子史を語り続け、殺戮の野の後は静かに苦難の記憶を保っているのです。カンボジアの未来は、この二つの声をいかがに調和させ、国家としての新たな歩みを確立するかにかかっているのです。カンボジアの歴史において最も輝かしい時代といえるクメール帝国の成立と発展は、東南アジア歴史の中心軸の一つとして評価されています。この帝国は9世紀初頭、ジャヤバルマン2世によって正式に樹立されました。彼は自身をチャンドラムンダラ、つまり神聖な王として宣言することで、神権王政の基盤を築きました。彼はクメール王権の核となる理念であるデバラージャ、つまりミワ王の概念を導入し、王が神の化身であると主張することで、政治的正当性を付与したのです。彼はジャワから帰還した後クレン山脈で即位式を行い、クメール王国の独立を宣言し、その後首都を後にマレー半島北部に位置するハリハラレスからクレン山に移し、中央集権的な統治構造を築き始めたのです。彼の統治は単なる政治的独立宣言を超えて、宗教的象徴性と権力の結合を通じて長期帝国の礎を築いた歴史的転換点であり、これはその後数世紀にわたって続くクメール政治理念の核心となったのです。彼はまた、インド文化、特にヒンドゥー教と仏教の影響を積極的に受け入れながらも、これをクメール固有の政治体制と融合させ、独自の文明を形成する基礎を築きました。クメール帝国はその後、10世紀と11世紀を経て徐々にその勢力を拡大していきました。ヤショーバルマン1世は首都アンコール、トム近くに位置するヤショダラプラに移し、巨大なバライ、つまり貯水池であるインドラタタカ、バライを建設することで農業生産性の基盤を強化しました。こうした水利施設は
米作に必須の灌漑システムを提供し、人口増加と都市発展を可能にしたのです。彼はまた馬券山にレクランサンスクリット文献に記録されているランカスバルマという神殿を建設し、自身の権威を宗教的に正当化しようとしたのです。この時期クメール帝国は軍事征服とともに外交同盟を通じて隣接地域であるラオス、ベトナム南部、タイ東部地域まで影響力を拡大し、メコン川流域を中心とする広大な領土を支配するようになりました。こうした発展は単なる領土拡張にとどまらず、行政体系と社会組織の複雑さの増加を伴い、クメール社会は徐々に階層化された中央集権国家へと進化したのです。クメール帝国の頂点は、スールヤバルマン2世の統治期である12世紀に到達しました。彼は1113年に王位につき、軍事征服と建築プロジェクトを並行して帝国の威厳を最大化しました。彼は征服を通じてラオスとベトナム中部地域を征服し、南ではチャンパ王国との戦争を行い一時的な優位を占めました。しかし、何よりも彼の業績の中で最も輝くのはアンコール、ワットの建設です。この神殿は最初ヒンドゥー教のビシュヌ神を祀る神殿として建てられ、宇宙の中心であるスメル山を象徴する構造で設計されました。アンコール、ワットは長さ約 1.5km、幅 1.3km に達する巨大な城壁で囲まれ、中心塔は65メートルに及ぶ高さを誇ります。建築技術面においてこの神殿は石材を精密に削り合わせる乾式工法を使用し、500万個以上の石材ブロックが運搬されて使用されました。これら大部分はプレア、ビヘア近くの山から採石され、メコン川と運河を通じて運搬されたのです。アンコール、ワットの建築は、単なる宗教的意図を超えて政治的象徴性も内包していました。スール・ヤバルマン2世は自身をビシュヌの化身として描いた壁画を神殿内部に彫らせ、王権と神聖性を結合する伝統を強化したのです。神殿の壁にはマハーバラタとラーマヤナ、そしてヒンドゥー神話の様々な場面が精巧に彫られています。特に海底を象徴するバダをかき混ぜてアムポールを得る場面は、神とアスラが協力して不死の薬を作るために海をかき混ぜる神話を表現しています。これらの彫刻は単なる装飾ではなく、王が神と人間の間の調和を成し遂げるという哲学的メッセージを伝えています。また、アンコール、ワットは東に向けて配置されている点で特殊性を持ちます。一般的に仏教寺院が東を向いているのとは異なり、ヒンドゥー教寺院にも東向きを選択したのは、王の総裁神殿としての性格を反映したものと解釈されます。これはスール・ヤバルマン2世が生前から自身の死を予見し、永遠性を追求していたことを示唆しています。クメール帝国のもう一つの頂点は、12世紀後半から13世紀初頭に即位したジャヤバルマン7世の統治下で到来しました。彼は1181年頃に王位につき、帝国を再建することに集中しました。特にチャンパ王国の侵略でアンコールが一時的に占領された後にこれを取り戻した英雄的指導者として記憶されています。ジャヤバルマン7世はヒンドゥー教から大乗仏教への宗教転換を断行し、これは彼の統治哲学である慈悲と救済を反映したものであったのです。彼は王国全域に102の宿泊所、100の病院、121の休憩所を建立し、これらの施設は王室財政で運営され、すべての国民が無料で利用できるようにしました。こうした福祉政策は当時としては非常に進歩的なものであり、中央政府の行政能力と財政的余裕がどれほどあったかを示す証拠です。彼はまたアンコール、トムを新しい首都として建設し、その中心にバイヨン寺院を建て、自身と仏の化身であるロカナタを同一視する象徴的構造を作ったのです。バイヨン寺院は数十の巨大な石造仏像の頭部で有名であり、これらの顔はジャヤバルマン7世の肖像である可能性が高いのです。それぞれの顔は穏やかな微笑みを浮かべ、アンコールの微笑みと呼ばれ、今日まで強い印象を残しています。この寺院は宇宙の中心を象徴するメル山を再現しようとする意図で設計され、総54の塔に216の顔が彫られています。彼はまた道路網を大々的に整備し、アンコール、
トム周囲に 3km に達する城壁と100メートル幅の城壕を建設し、外部の脅威に備えたのです。この城壁の各方向には聖なる道を象徴する4つの門がありました。特に難門はアスラとデバがヘビバースキを引いて山を作るという神話を掘り、王が秩序を回復する存在であることを象徴的に表現しました。ジャヤバルマン7世の統治はクメール帝国の黄金期であり宗教的、社会的変革の時期でしたが、彼の死後から帝国は徐々に衰退の道を歩み始めたのです。クメール帝国の衰退は複数の要因が複合的に作用した結果でした。ジャヤバルマン7世の死後、後継者たちの弱化した統治力とともに大規模建築プロジェクトによる財政的負担が累積し、国家運営の効率性を低下させたのです。また、14世紀以降インドシナ半島全域で徐々に拡散した上座部仏教は、既存の三輪王思想と対立する性格を持っていました。上座部仏教は王が神ではなく一人の人間であり、救済は個人の修行を通じて達成されると主張することで、三輪王理念の正当性を損ねたのです。これにより王権の権威が弱化し、地方勢力の反発が増大しながら中央権力の統制力が弱まったのです。同時に外部の脅威も大きくなりました。大系のアユタヤ王国が台頭しながらクメールの西側国境を継続的に圧迫し、1431年にはアユタヤ軍隊がアンコールを侵略し首都を占領し、多くの芸術作品と文書を略奪しました。この事件はクメール帝国の実質的終末を知らせる契機であり、王室は後に征服し、再びプノンペンに遷都することになります。その後カンボジアは長い沈滞期を経験し、ベトナムとタイの間の従属的な位置に置かれました。19世紀に入り、フランス植民主義勢力がインドシナ半島に進出すると、カンボジアは1863年、ノルドム王の要請によりフランスの保護国となります。フランスは政治的不安を理由に保護条約を締結し、これはカンボジアの自主性を相当部分侵害する結果をもたらしました。しかし、フランスの支配下でアンコール遺跡の発掘と保存作業が本格化し、1907年にはフランスがアユタヤが占有していたアンコール遺跡を返還しカンボジアに返しました。この過程でアンコール、ワットはカンボジア民族主義の象徴として再解釈され始め、フランス植民官僚たちが発行した記録と写真はヨーロッパ世界にクメール文明の偉大さを知らせる契機となったのです。特にデイビッド・チャンドラーの著書、ヒストリー・オブ・カンボジアはこうした歴史的流れを体系的に整理し、カンボジアの過去と現在を結びつける学問的基礎を提供しました。チャンドラーはクメール帝国の繁栄と衰退、植民地時代、そして現代史の悲劇を因果関係中心に叙述し、単なる事実の羅列を超えて構造的分析を試みたのです。20世紀中盤、カンボジアは1953年フランスから独立を獲得し、ノロドム、シアヌークが国家の中心人物として台頭しました。彼は中立外交を標榜し冷戦の中心から離れようと努力しましたが、隣接国であるベトナム戦争の余波はカンボジアを回避できない危機に追い込みました。1970年、シアヌークが国外訪問中に国防大臣論、ノンがクーデターを起こし親米政府を樹立し、これは北ベトナムとベトコンがカンボジア領土を通過することを防ぐためのアメリカの戦略的必要に合致しました。これによりカンボジアは内戦状態に入り、シアヌークは中国と北朝鮮の支援を受けクメール、ルージュと連合して抵抗運動を展開しました。クメール、ルージュはポル、ポト、ブエン、サン、アイ、レクサル、キン、サムファンなどマルクス、レーニン主義を信奉する極端な革命勢力が主導し、彼らは都市を解体し農村中心の集団社会を構築しようとする理想を持っていました。1975年4月17日、クメール、ルージュはプノンペンを占領しアンコール共和国を宣言し極端な社会実験を開始しました。ポト政権はわずか4年間の執権期間に約170万人から200万人に及ぶ市民を虐殺しました。これは当時のカンボジア人口の約 25% に相当する莫大な比率です。彼らは都市住民を強制的に田舎に移住させ、知識人、宗教指導者、全政府官僚、少数民族を体系的に粛清しました。
特にトゥールスレン高等学校を改造した S21 監獄では約1万4000人が拷問を受けた後に処刑され、生存者はわずか7人でした。彼らは写真と自白書を体系的に記録し、政権の狂気が組織的かつ計画的であったことを証明します。この政権は金銭、宗教、家族、教育をすべて廃止し、人間を完全に制御しようとする試みをし、結果としてカンボジア社会は完全な破壊状態に至ったのです。1979年1月、ベトナム軍隊がクメール、ルージュを追い出し、カンボジア人民共和国を樹立することで、この悲劇は一応の終止符を打ちましたが、その後もクメール、ルージュは国境地域でゲリラ活動を続けました。1980年代と1990年代を通じてカンボジアは徐々に戦後再建の道を歩み始めました。ベトナム軍撤退後、国際連合の主導で1991年パリ平和協定が締結され、1993年には国際連合が主管する総選挙を通じて憲法君主制が復元されました。シアヌークは再び国王として即位し、政治的には反戦が実質的な権力を掌握しました。この時期からカンボジアは国際社会との関係を回復し経済発展を図り始めたのです。観光産業は特にアンコール、ワットを中心に急成長し、2000年代に入って年間数百万の観光客がカンボジアを訪問しました。これは国家財政収入の重要な軸を形成し、政府は遺跡保存とインフラ改善に投資を拡大したのです。同時にクメール、ルージュ戦犯裁判のために設立された特別裁判所が2006年設立され、ポル・ポトトクク、サムファンなど主要指導者への起訴が行われ、2018年まで多数の有罪判決が下されました。現代カンボジアは依然として政治的民主主義と人権問題で批判を受けていますが、歴史的遺産を基盤とした国家アイデンティティ回復の努力を続けています。アンコール、ワットはカンボジア国旗と貨幣に反映されるほど民族的象徴性が強化され、教育課程でも古代文明の偉大さが強調されています。デイビッド・チャンドラーの研究はこうした回復過程で重要な役割を果たし、彼の著書はカンボジア人が自身の歴史を客観的に精察するのに貢献しました。今日カンボジアは過去の栄光と悲劇を同時に記憶し、均衡のある未来を模索しています。この国は単にクメール、ルージュの犠牲地ではなく、アンコールの偉大な遺産を持つ文明の光栄として、再び世界とコミュニケーションしようとする努力を止めていません。こうした歴史的旅程は単なる事件の羅列を超え、社会全体の回復力とアイデンティティ形成の複雑な過程を示す鮮明な事例と言えます。カンボジアの国土に刻まれた歴史は、人類の文明が到達した輝かしい高みと、その後で訪れた深く暗い谷間の両方を極限的な形で示しています。この国の女児は、壮大な寺院都市アンコールの建設に集約された古代クメール帝国の栄光と、20世紀後半に発生したクメール、ルージュ体制下での悲劇的な大量殺戮という、二つの対極的な出来事を軸に展開します。その間には、長い衰退と植民化の時代が横たわり、現代の再生への苦難の道筋が続いているのです。歴史家デイビッド・チャンドラーによる著作カンボジアの歴史は、この複雑な軌跡を学術的にたどる重要な礎となっています。クメール帝国の起源は、紀元前から続くコーワタ民族の起源にまで遡ることができます。メコン川の氾濫原に育まれた初期の農耕社会は、徐々に複雑な灌漑システムを発展させ、集落から都市国家へと進化していったのです。これらの初期社会は、後にクメール帝国の基礎となる土台を築きました。特にフノム、クマエンやオーケオ遺跡群に見られるように、紀元1世紀から6世紀にかけて、インド文化の強い影響を受けた政治的、宗教的構造が形成されていったのです。ヒンドゥー教と仏教の流入は、王権の神格化や儀礼的支配の理念をもたらし、王が神の化身であるとするデーバラージャ、つまりミワ王思想の土壌を用意しました。この思想は、後のアンコール期の建築と権力の象徴性において、極めて重要な役割を果たすことになります。7世紀後半、ヤーブルマン一世の治世を契機に、クメール国家は中央集権的な統治体制の確立へと向かいます。しかし、
真の転換点は9世紀初頭のジェイ・ヤーブルマン2世の登場でした。彼は790年頃から約40年にわたり支配を確立し、シャクティ、つまり権力の儀礼を通じて、独立した王権を宣言したのです。彼が開いた首都ハリハララやゲンロールオスは、神聖な山の象徴として王権と宇宙秩序を結びつける空間設計を採用しており、これにより王の支配が単なる政治的権力ではなく、宇宙的な正義に基づくものであるとのメッセージを発信したのです。この儀礼は、後にアンコール、ワットやバプーオンといった巨大建造物の設計理念にも直結していきます。ジェイ・ヤーブルマン2世の後継者たちは、彼の理念を継承しつつも、首都を幾度も移転させました。インドラダーブの建設を試みたインドラーブルマン1世は、広大な貯水池バラレーを完成させ、灌漑農業の基盤を強化したのです。この水管理システムは、単なる農業支援を超え、国家の統治能力を示す象徴でもあったのです。水は生命の源であると同時に、権力の可視化装置でもあったのです。10世紀に入ると、ヤショーブルマン1世がクメール帝国の黄金時代を切り開きます。彼は、クメール国家の新たな中心地として、現在のシェムリアップ近郊に都を移し、ヤショーダープラと命名しました。この地は、後にアンコールと呼ばれるようになるのです。彼の治世下で完成したフェネーク・サムラーク貯水池は、東西 7km、南北1、6km に及び、当時の土木技術の頂点を示しています。この巨大な人工湖は、雨季の余剰水をため、乾季に農地に供給するだけでなく、儀礼的な巡礼のルートとしても機能したのです。水路や橋、神殿群が幾何学的に配置され、天動説的な宇宙モデルを地上に再現する試みが行われました。このような都市計画は、単なる実用性を超えて、神話的、哲学的秩序を現実空間に投影する試みであり、クメール文明の精神的深さを物語っているのです。この時代に築かれたロールオスの寺院群は、レンガ造りの荘厳なスタイルで、後に発展する砂岩造りの巨匠的作品への過渡期的存在として重要です。12世紀、スールヤーブルマン2世の治世は、クメール帝国の建築的、政治的達成の頂点を示します。彼が建設したアンコール、ワットは、もともと彼自身の創創神殿として計画され、ビシュヌ神に捧げられたが、後に仏教寺院としても機能するようになったのです。この巨大建造物は、東西約1500メートル、南北約1300メートルの敷地に位置し、三重の回廊と中央のクーリー、つまりピラミッド型政塔からなります。高さ約65メートルの中央塔は、神々の住む趣味線を象徴しており、回廊の壁面にはラーマーヤナやマハーバーラタ、ヒンドゥーの宇宙観を描いた膨大なレリーフが施されています。特に入海各藩のシーンは、神々とアスラがヘビバースキをロープとして使い、山を各藩棒にして不死の甘露を得ようとする神話的出来事を描写しており、宇宙の創造と秩序の確立を視覚的に表現しています。これらの彫刻は単なる装飾ではなく、信仰の教材としての役割を持ち、王権の神聖性を民衆にすり込む装置でもあったのです。アンコール、ワットの建設には、推定数10万人の労働者と技術者が動員されました。高精度な石切り、運搬、組み立てのプロセスは、中央官僚機構によって厳密に管理されたのです。石はクメール人が独自に開発した岩合式接合技術を用いて、接着剤なしで精密に組み合わされており、地震や風化に対しても驚くべき耐久性を示しています。また、敷地内の水路網は単に排水のためではなく、儀礼的用水の循環や天文観測との連動も視野に入れた設計です。春分、秋分の日に太陽が中央塔の頂上から昇るように配置されており、そのような天文的配慮は王権と宇宙の調和を象徴しているのです。このようにアンコール、ワットは宗教的、政治的、技術的要素が完全に融合した総合芸術であり、世界最大の宗教建造物として今日に至るまで畏敬の念を抱かせます。しかし、スールヤーブルマン2世の死後、帝国は一時的に衰退期を迎えます。戦場との戦争で敗北し、首都が一時的に蹂躙されるなど、外部からの圧力が高まるのです。
そんな中で登場したのが、12世紀末から13世紀初頭にかけて支配したジャヤーブルマン7世です。彼は、仏教、特に大乗仏教を国教とし、慈悲と救済を重視する統治理念を打ち出しました。彼が建設したアンコール、トムの中心にあるバイヨン寺院は、その思想の象徴です。216の顔の塔が空を見つめ、あらゆる方向から慈悲の視線を地上に注いでいるのです。これらの顔は、ブッダの面相でありながら、ジャヤーブルマン7世自身の肖像ともされ、王が仏の化身であるというメッセージを発しています。バイヨンのレリーフは、神話的テーマよりも、戦い、医療、市場、日常生活といった現実世界のシーンを多く描いており、これは王の関心が宇宙的秩序から民衆の福祉へとシフトしたことを示しているのです。ジャヤーブルマン7世は、帝国全土に121の病院、102の休息所、そして多数の橋や道路を建設しました。特に帝国道路は、アンコールを起点に四方に放射状に伸び、最長で 350km 以上に達したのです。これらのインフラは、貿易、軍事、情報伝達の効率化に貢献し、中央集権の維持に不可欠でした。また、彼はヒンドゥー教的なミワ王思想を乗り越え、仏教的菩薩王像を提示することで、より包括的な統治を可能にしたのです。しかし、このような大規模な公共事業は、莫大な労働力と資源を要し、長期的には国家財政の疲弊を招く一因ともなりました。彼の死後、クメール帝国は徐々に縮小し、14世紀以降はイスラム化した隣国アユタヤ、つまりタイの信仰や宗教的転換、上座部仏教への移行によって政治的、文化的影響力が低下していきます。15世紀以降、アンコールは徐々に放棄されていくのです。首都は南へ移され、プノンペンやウドンなどに次々と遷都されました。アンコールの都市構造が水管理システムに依存していたことから、灌漑施設の維持が困難になると農業生産が減少し、都市の維持が不可能になったと考えられているのです。さらに、アユタヤ王国の繰り返しの襲撃や貿易ルートの変化、回路重視、上座部仏教の普及に伴うヒンドゥー、大乗的儀礼の衰退など、多様な要因が重なり、アンコールという政治的、宗教的中心地の機能は停止したのです。しかし、アンコールの遺跡群は完全に忘れ去られたわけではなく、僧侶たちによって部分的に維持され、巡礼の場としても機能し続けました。フランスの植民地化が進む19世紀半ば、フランス人博物学者アンリ・ムオが熱帯雨林の中に眠る古代都市を発見したと報告し、ヨーロッパに衝撃を与えました。実際にはムオは発見者ではなく、現地の人々にとって馴染み深い場所でしたが、西洋の視点では失われた文明としてロマン化されたのです。フランスの支配下で、アンコール遺跡の調査と修復が体系的に行われるようになりました。エコール、フランセーズ、で、エクストレム、オリエント、EFEO を中心とした考古学者たちは、膨大な調査と記録を残し、アンコールの歴史的、芸術的価値を再評価したのです。しかし、植民地的視点から、クメール文明は消えた偉大な過去として扱われがちで、現代のクメール人との連続性は軽視された面もあったのです。それでも、アンコールは国家の象徴として再評価され、独立後のカンボジアでは、国旗や通貨にアンコール、ワットの姿が描かれることになります。これは、古代の栄光を現代国家のアイデンティティの基盤とする試みであり、歴史の断絶を超えて連続性を主張する政治的メッセージでもあったのです。20世紀に入ると、カンボジアは独立への道を歩み始めます。1953年、ノロドム・シハヌークの指導によりフランスから独立を果たします。彼はブッダの微笑みと称される外交戦略を用い、冷戦下の大国間で中立を保ちつつ、国家の近代化を推進しました。インフラ整備、教育制度の拡充、文化復興政策が行われ、アンコール遺跡の修復も国家プロジェクトとして再開されたのです。しかし、1970年に起こったクーデターでシハヌークは追放され、ロン・ノル政権が米国の支援を受けて成立します。ベトナム戦争の影響がカンボジアにも及ぶ中、国は内戦状態に陥り、米軍による大規模な空爆がルーラル地域を破壊していくのです。この混乱が
極端な反動勢力の台頭を招く土壌となったのです。1975年、クメール・ルージュはプノンペンを制圧し、民主カンボジアの樹立を宣言しました。指導者ポトは、マルクス・レーニン主義を極端に解釈し、都市を消滅させ、農業共同体にすべての国民を還元するという異例の社会実験を開始します。彼の理想は、ゼロ、つまり0年、過去の文化、宗教、教育、貨幣、家族制度、すべてを破壊し、純粋な農業社会から社会主義を再構築することでした。その結果、首都の住民は即座に全員、農村へ強制移送されたのです。医師、教師、知識人、僧侶、さらにはメガネをかけているだけの人々も、ブルジョワ的要素として差別され、粛清の対象となったのです。クメール・ルージュの統治下で、国家は恐怖と監視の体制で支配されました。秘密警察 S21 ゲントゥールスレン虐殺博物館はカンボジア全土から逮捕された人々を受け入れ、尋問、拷問、その後の処刑を行ったのです。推定14,000人以上の捕虜がこの施設で命を落とし、ほとんどが自白を強要された虚偽の陰謀に関与したとされます。彼らの多くは、チェーング、エク、つまりキリング、フィールドと呼ばれる郊外の処刑場へ連行され、頭を棒で殴られて殺害されました。生存者は極めて稀であり、その記録はポト政権の非人間性を物語る重要な証拠となったのです。この政権の3年8ヶ月の統治期間中、推定150万から200万人が死亡しました。当時の人口の約4分の1に相当します。飢餓、過労、医療の欠如、粛清、戦闘が原因でした。農業生産の失敗、無理な灌漑計画、知識人の排除がシステムの崩壊を加速したのです。1979年、ベトナム軍が侵攻し、クメール・ルージュ政権は崩壊しました。しかし、カンボジアの苦難は終わらなかったのです。ポト派は国境地帯に退却し、長期にわたる内戦と不安定な政治が続きます。国連の関与、和平合意、1993年の立憲君主制への回帰、そしてポトの死、1998年を経て、ようやく国家の再建が本格化するのです。今日、カンボジアはアンコールの栄光とキリング、フィールドの記憶という2つの遺産を背負って歩んでいます。教育、法制度、人権意識の育成が進む一方で、政治的課題や経済的格差も依然として存在するのです。しかし、歴史の教訓を忘れず、文化の継承と和解の努力が続けられています。アンコール、ワットは単なる観光資源ではなく、国家の魂の象徴であり、過去の過ちと未来への希望を同時に宿す、静かな証人として、今もその姿を空に向けているのです。